3次激怒、キリンガム星の頭を粉砕。フランキーが超絶パワーアップ。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1176話のネタバレが判明しました。タイトルは誇りに満ちてです。関東カラーは特製ポスター、小田栄一郎が現在の新たな麦わらの一味のメンバーを含めて、ワンピースコミックス第12巻の表紙を描き下ろし、今回の物語は前回の続きから始まります。リリスはベガパンクの箱から特殊な機械を取り出す。それはオムニドレインコンバーターというエルバフの至るところに豊富に存在するエネルギーを利用できる機械である。リリスはフランキーをアップグレードする。リリスはパシフィスタ級の体を持つフランキーがエネルギー源としてコーラ以上のものを試したことがないことに驚く。ナミはゼウスに学校の火を消すように命じるが、キリンガム星が到着し MMA リンドブルムにゼウスを飲み込むように命じる。リリスとフランキーも到着する。リリスは ODC を使って全ての熱エネルギーを吸い取り、学校と図書館の両方を効率化せる。その後、リリスは熱エネルギーを超重炭酸コーラに変え、フランキーに与える。キリンガム星は MMA リンドブルムに学校を破壊するよう命じ、魚人であることを理由にジンベエを侮辱する。サンジがキリンガム星の前に現れ、仲間を侮辱した罰を与えると宣言する。壮大な見開きページでブライカンを使用するジンベエと超重炭酸コーラでパワーアップしてストロングデクスターという新しいパンチ攻撃を放つフランキーが MMA リンドブルムを打ち倒し、ゼウスを解放する。そして同じ見開きページでサンジがコンカッセでキリンガム星の頭を容赦なく叩き潰す。ドミリバーシされたドリーとブロギーは互いに別れを告げ、互いの首を切り落とす。しかし彼らの体はイムがドミリバーシを使った時とは逆の現象が起こるように元の姿に反転して戻り、現在では完全に回復している。この話の素晴らしい最後の見開きページではゾロ、ドリー、ブロギー、ハイルディン、そしてスタンソンが共に立ち、ドミリバーシされた他の巨人たちと戦う準備を整えている。一度死ねばあいつらの悪魔のような変身は終わるはずだ。ボロボロの死体になっても裏返れば新品同様に戻るってわけだ。じゃあ遠慮なくやっちゃっていいんだな。手加減は無用だ。殺すほどのダメージを与えれば元に戻るらしい。首をはねたり心臓をえぐり出したり、全員が邪悪な笑みを浮かべながらそんなことできるわけねえだろと言ってこの話は終わる。15年越しの伏線回収。スリラーバークの真相とイムの正体。第1173話においてグンコの正体がついに明らかになった。彼女はかつて西の海のとある国の首里姫だったのだ。この設定は当時のブルックの伏線を巧みに回収している。ブルックは麦わらの一味に加わる前、生前は西の海のとある王国の護衛船団長だったと明かしていた。これまでのストーリーにおけるグンコと手をつなぐ描写と結びつけると、ブルックが守っていた国こそがグンコの祖国であると推測できる。漫画ではまだ国名は明言されていないが、ブルックが言及した青い神、僧帽、聖地という3つのキーワードは、グンコがかつてリリ女王のように王女として聖地マリージョアへ赴き、イムの迫害を受けた可能性を示唆している。さらに興味深い推論がある。スリラーバークそのものが滅ぼされたその西の海の王国だということである。スリラーバークは西の海から来ており、その主体は島のような巨大な城を乗せた船である。この構造は荒廃した移動王国そのものだ。ストーリーにはすでに伏線が張られていた。ペローナが簒奪したゴーストプリンセスとしてここに住み着いており、船の建造者は謎のままだったのだ。今、論理がつながった。1、スリラーバークは西の海から漂流してきた亡国の遺跡である。2、ブルックはその国の元護衛だった。3、グンコはその国の王女だった。4、国王が殺されて国が荒廃し、グンコはイムに操られ、最終的に現在のスリラーバークへと姿を変えた。現在のストーリーのディテールを見ると、イムとスリラーバーク編には驚くべき類似性があり、これはイムの能力の源泉を暗示しているのかもしれない。1、場面の重複、ゴッドバレーでの戦いが終結した後、ロックス海賊団のメンバーはゾンビに似た軍団に作り変えられた。エルバフのロキとゾンビのオーズは共に古代巨人族であり、氷漬けの鎖で縛られている。さらに地獄の番犬も繰り返し登場している。
2、能力の類似。モリアは死体と影を利用して他人を操ることができるが、イムも同様にドミリバーシという操作能力を披露しており、両者の目元のクローズアップも極めて似ている。3、巨大な黒い影の真相。魔の三角地帯に現れた巨大な黒い影は、極めて高い確率でイムの本体、あるいはその変身形態である。歴史上のイムに関する壁画には巨大な生物の姿が描かれており、正面から見れば真ん中がイムの本体で、両側が巨大な両翼または触手であり、当時の黒い影の輪郭と完全に一致する。イムがここに現れたのは偶然ではない。これまでのストーリーでイムは巨大な麦わら帽子を保管しており、それがゾンビのオーズに関係している可能性すらある。ルフィはスリラーバークでクマに救出されたが、クマとニカのつながりは非常に深く、これらの要素がイムの関心を引きつけたのだ。グンコとネフェルタリ家には多くの共通点がある。王族の王女であること、青い髪を持っていること、そしてどちらもイムの標的にされていることだ。イムはかつてリリ女王を失踪させ、今はビビを捕らえようとしているが、グンコは80年前にイムに捕らえられた。この3人の青い髪の王女こそがイムの秘密を解き明かす鍵となる手がかりかもしれない。昨年、公式からイムのぬいぐるみが発売された後、小田栄一郎はそれを手に入れ、仕事机に飾っていた。今にして思えば、小田が公開したイムのぬいぐるみの写真はすべて未来のストーリーの予告だったのだ。ハラルドの死、ぬいぐるみがハラルドの死の場面を描く様子があり、その後ストーリーでそれが現実となった。ブルックの受難、ぬいぐるみがドクロに囲まれたり、サメに飲み込まれたりしていたが、最新のストーリーでブルックは確かにイムと直接衝突した。現在、未回収の伏線の一つとして、小田の仕事机にジョノーのような人物の似顔絵が置かれていたことがある。これは極めて高い確率でイム、またはリリ女王の素顔である。もちろん、最新のストーリーと結びつければ、この絵が王女時代のグンコの姿である可能性もある。第1173話において、ブルックはイムと正面から遭遇した。一撃は不正だものの、実力差は絶大だ。ブルックがかつて世界最強の女ビッグマムに一騎打ちを挑んだ経験を参考にすると、今回彼が直面しているのは世界の王イムかもしれない。これにより今後の展開が導き出される。誰が助けに来るのか？答えはルフィとロキしかいない。ルフィとロキはすでに冥界から帰還しており、ロキに至っては一振りでドラウグルを瞬殺した。2人の悪魔の実の能力。一方はイムが最も恐れる太陽の神であり、もう一方は巨人族が800年ものまま守り抜いてきた伝説の実である。これこそがイムを打ち破る鍵となる。予想では迫り来る第1176話、あるいは9歳前のピーク展開において、ルフィがロキに乗って空から舞い降り、ブルックを援護し、ついに総王対イムの壮大な戦いが幕を開けるのを目撃することになるだろう。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。